聞こえました？外がパリッと、中はもっちり、ふかふかとはちょっと違う本場のベーグル、紅茶とナッツのベーグルをご紹介していきます。動画の最後に作り方のコツ、ポイントをご紹介してますので、ぜひ最後までご覧ください。まずミキシングです。材料をボウルに入れていきましょう。アールグレーの茶葉です。私は製菓材料店で購入してますが、最近はティーバッグも細かいリーフを使っているものが多いですので、そちらを使っていただいても大丈夫です。しっかり混ぜていきましょう。ふかふかにしたくないので、水分は少なめであまりこねません。しっかりね、遠くまで生地を伸ばしてムラのないような生地にしていきましょう。生地が硬いので足をね広げて踏ん張りながらこねてください。生地全体がね同じぐらいの硬さかどうかちょっと確認しましょう。大丈夫だったら分割をしていきます。4分割です。カットした断面が内側に入るように軽く丸めていきましょう。形は綺麗じゃなくても大丈夫です。乾燥しないように上にラップをふんわりかけて、このまま20分置きます。成形をしていきましょう。綿棒でつけっぱより少し大きいサイズに伸ばします。粗くカットしたくるみとアーモンドをのせます。この時に片側2センチはのせないようにしていきましょう。手前から巻いていきます。巻き終わりは転がすだけでもいいですし、閉じてもらっても構いません。最初の1本を持ってきて22、3センチぐらいに伸ばします。具をのせていない2センチのところを伸ばしていきましょう。お魚のね尻尾みたいに伸ばしてください。なるべくここ幅がある方が作業しやすいです。反対側から生地を持ってきて伸ばした生地で包みます。雷が鳴ってますね。ベーグルに戻って合わせ目をしっかり閉じていきます。可愛いですよね。オーブンシートに乗せていきます。
30度で35分発酵します。その間にお湯を沸かしておきましょう。発酵終了しました。生地の横を指で押してみて、軽く跡が残るようだったら発酵完了です。90度に沸かしたお湯にお砂糖を入れていきます。1リットルに対して大さじ1くらいです。ベーグルを入れていきましょう。ひっくり返して入れていきます。1分茹でます。ひっくり返します。生地の一部を軽く押してあげるとひっくり返りやすいです。意外とね、これひっくり返しにくいんですよ。210度で15分焼きます。焼き上がりました。ピカピカのツルツルですよね。この後解説をしていきます。楽しみにしていてください。その前にカットしてみます。ではここから解説をしていきます。とっても硬い生地なのでこねむらが起こしやすいです。こねむらのないように遠くまで必ず伸ばしていきましょう。全体的に生地が耳たぶぐらいの柔らかさになっていれば OK です。それ以上こねてしまってもダメですし、それよりも硬くてもダメです。一部だけが硬いっていうこともないようにしっかり遠くまで伸ばしていきましょう。こね上がりの生地はボソボソです。これがつるっとした生地だとこねすぎですので注意していきましょう。きれいに丸めようとするといじりすぎてしまいます。ちょっとでもいじりすぎちゃうとつるっとした生地になっちゃいますので、断面が内側に入っていれば大丈夫です。綿棒で伸ばす時は形も大切なんですけれども、厚さを気にしてみてください。均一の厚さになるように伸ばしていきましょう。片方2センチは具をのせないようにしていきます。生地を巻いていく時、具が入っていると空気が入りやすいです。一巻きしたら手前に引く、一巻きしたら手前に引くという形で空気が入らないようにしていきましょう。生地を伸ばすときは均一の太さにしていきます。特に具の入っていない部分が細くならないように伸ばしていきましょう。包む部分を伸ばすときには綿棒は横ではなく斜めに動かしていくようにしてください。ある程度の幅がないと包みにくいです。合わせ目はしっかりつまんで閉じましょう。閉じが甘いと茹でてる間に剥がれてきます。茹でる容器が小さくて4つ入らない時には残りは冷蔵庫で休ませておきましょう。お湯のそばに置いておくと発酵が進みます。必ず離した場所に置いておいてください。お湯の温度が低かったり砂糖が少なかったりするとツヤが出ません。お砂糖は気持ち多めに入れてあげるとピカピカに仕上がりますよ。いかがでしたか？作ってみたいと思った方はぜひ高評価ボタンを押してください。もっと深くパン作りを知りたい方は動画講座をご用意しています。詳細は概要欄からご覧ください。ではまた次の動画でお会いしましょう。